Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はメキシコ出身のビリさんです。 Hola a todos, soy Viri, ¿cómo están? ありがとうございます。ビリさん今なんて言ったの？こんにちは、皆さん元気？と言いました。いいですね。もうすごく皆さんも今声の笑顔をもらったんじゃないかなと思うんですけど、本当にビリさん明るくていつもすごい素敵な笑顔で話してくれるんですよね。今日はそんなビリさんと楽しくお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビリさんメキシコのどの町から来たんですか？メキシコシティから来ました。メキシコシティ、ごめんね、私ちょっとメキシコ行ったことないんだけど、メキシコシティってどんな町？にぎやか町とか、いろいろな色の町ですよ。色？そうそうそう。色ってどういうこと？お花？お花だけじゃなくて、家とか、服？家とか服もカラフルなんだ。そうです。そうなんだね。リメンバーミーの映画を見たことある？見ました。その映画はメキシコの文化について、確かにリメンバーミーの中でもすごくなんかみんな華やかな服を着て、あれフェスティバルの映画だよね。そう、でも毎日とメキシコでいつもみんな明るくて、そうなんだね。ああいう特別な時だけじゃなくて普段からああいうカラフルな服を着てたりだとか、街がカラフルなそうです印象なんだね。そしてパーティー大好きとか。パーティー大好き9月になんか人気のフェスティバルがあるの？はいそうです。独立記念日、独立記念日のフェスティバル。なるほどね。どんなことをするんですか？パーティーでこの祭りで大きな花火を見られるとか。そうです、美味しい食べ物とか。いいですね。美味しい食べ物のお店がいっぱい街に出るの？お店がいっぱいけど、この日のは特別のことはみんなで家族とこの美味しい料理を食べられるとか。なるほどね。そう。家族と一緒に過ごすパーティーなんだ。そうです。メキシコのことを今日ちょっといろいろ知りたいんだけど、メキシコシティって暑いところなの？メキシコシティは16度から28度。そうなんだね。そんなに暑くない。そっか。メキシコって大きいもんね。そうです。いろんな地域があるんだね。暑いところもあるし、そうじゃないところもあるし。そうです。じゃあメキシコシティはその中でも場所ですね。ちょっと日本の夏大変なんじゃない？死にそうと思ったそうなんだ、でもメキシコシティよりも暑いところもあるんだ。カンクン。そう。カンクンはどんな場所？カンクンはとても有名な観光地です。海が綺麗な海のところです。そう。あそこに行った時すごく暑くて。そうなんだ。そう。なんか有名なピラミッドもあるって聞いたんだけど。メキシコのピラミッドはすごく有名なこと、文化のことを話すと、テオティワカンとかチチェニツァとか、カンクンではチチェニツァにピラミッドがある。あそこではマヤの文化が、マヤ文明のね。そう、昔はマヤの文化がいました。そして、メキシコシティも大きなピラミッドがあります。そうなんだ。このピラミッドは太陽のピラミッド。太陽のピラミッドね、有名なやつだ。いいな、私もぜひちょっと生で見てみたいですそれじゃあそういう賑やかな場所だと思うんだけど、ちょっと日本語のこと話してみたいんだけど、ビリさんはメキシコでも日本語を勉強してきた？そうです。メキシコのどこで？自分で？メキシコで日本語の学校を勉強しました。メキシコにさ、日本語の学校ってたくさんあるの？そんなにないけどこの学校は特別だった。そうなんだ。多分この学校では日本語だけじゃなくて、中国も韓国語も勉強して。その中でビリーさんはなんで日本語を選んだんですか？日本語が大好きからありがとうございます嬉しいなすごく難しいけど、日本語が大好き。そっか。なんで日本語に興味を持ったの？日本の文化はいつも興味があったから。そうなんだね。そう。昔私は子供の時姉さんと、アニメを見ました。じゃあ日本のアニメ？はい、日本のアニメ。どんなアニメ？シャマンキング。
シャーマンキング。おお。シャーマンキングを見ましたシャーマンキング好きなんだ。はいはい、そっかですそっか。メキシコのテレビでシャーマンキングがやってて、はい、スペイン語で。あ、スペイン語で、あ、そっかそっか。でそれを子供たちはなんか学校から帰ってきて、あ、シャーマンキングシャーマンキングって見るんだ。その時は、私たちは病気になったあ時、ー、そっかそっか。いつも部屋にいましたから、うんうんうん、何をする、ちょっと、テレビを見ますとか、あ、そこでシャーマンキングを出たこの番組はアメリカじゃなくて、どこのアニメーションで思いました。たまたま昼間テレビを見られる時があって、で見てたら、なんか何このアニメ。そう挨拶とか違う。そしてこの靴を脱ぐ時、ああ、そっかそっかそっか。そのことは気になった。なるほどね。私のお母さんに「お母さんこの番組は、どこの国来ました？」その時私のお母さんは「どこの国来ましたか？わからない」けど後でお姉さんと私とちょっと調べました。日本に来た。日本の番組。そっか、文化が違うから。そこでちょっと私の興味が目覚めまなるほどね。あ、それすごい面白い話だね。はい。日本語をさ、実際勉強してみてどうですか？難しいけど大好き。あ、そうなん。どんなところが難しいの？漢字のこととか。そう文字が全然違うもんね、まずね。話す言葉も、書く言葉も、違う。あ、そっかそっかそっか。でもスペイン語も難しいと思う、習う時。今日はそんなちょっとスペイン語を私も教えてほしいなと思ってるんですけどじゃあ今日は日本人の私がビリーさんにぜひぜひメキシコの言葉を教えてもらいたいんだけど、メキシコの言葉ってスペイン語で大丈夫？はいはい。スペイン語をさ、私たちが勉強しようと思った時、どんなところが難しいかな？ジェンダーのところ。ジェンダーのところ。あ、それこの間ね、フランス語を勉強した時にも言ってたんだけど、スペイン語にもジェンダーがあるんだよね。単語に男の人と女の人がある。はい、そうです。これちょっと私疑問にいつも思ってるんだけど、言葉ってどんどん新しい言葉が生まれていくじゃないですか。新しい言葉が出てきた時、これは男性の言葉、女性の言葉ってどうやって決めるの？説明は難しいけど、最後の音。最後の音？はい。例えば「お」の音があれば男。そうです。あ、最後の音はあれば女性の音。なるほど。おがあったら男。はい。あがあったら女性。はい。例えば「el carro la casa」。それどういう意味？el carro は車。そうで、la casa は家。カロは車はローだから男。はい。でラカサ家はサーだから女。はい、そうです。なるほど。じゃあもし私がメキシコに行った時、この言葉を覚えた方がいい、使えるぞっていう言葉って何かありますか？¿Dónde está el baño？それはどういう意味？トイレはどこですか？トイレはどこですか？はい、それ大事？私にとっては大事。大事だよね。そうです。だって駅はどこですかとかデパートはどこですかみたいなのはインターネットで検索すればいいんですよ。はい。トイレはどこですかってそんな急いでる時に検索できないもんね。そうです。そして例えば日本に来た Google マップでトイレはどこ、簡単で見るね。けどメキシコでこんなことはそんなに簡単じゃない。ああ、そっかそっか。なるほどね。じゃあちょっとその言葉ぜひ私マスターしたいです。はい。ゆっくり教えて。はい。¿Dónde está el baño？ ¿Dónde está el baño？ はい。完オッケー。璧だった先生。そう。ありがとう。待って、教えてほしいんですけど、トイレは何？バーニョ。バーニョ。はい。バーニョがトイレ。はい。ってことはバーニョだから男？そうです。ちょっと私スペイン語をマスターしてきましたよ。はい、どこですかが何？どんでした。どんでした。はい。オッケー、ありがとうございます。ちなみにこれ日本だと多分トイレはどこですかの前にすみませんトイレはどこですかって言うと思うんだけど、メキシコだとどう？すみませんって最初つける？使います。すみませんってディスクルペと。ディスクイペ。はい。
すいませんの同じです。あ、オッケーオッケー。ディスクリペ、もう一回。¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? はい。じゃあちょっと今ラジオを聞きの皆さんも一緒にやってみましょう。じゃあナチュラルスピードでもう一回。すみません、トイレはどこですか？お願いします。Disculpe, ¿dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? おー、完璧先生。ありがとうございます。発音は完璧ちょっです。と完璧いただきましたよ。そうビリーさん、私のスペイン語今日、うん0点から100点何点でしたか100点先生。本当初めてスペイン語100点いただきました。これで綺麗な安心発音がから。ありがとうございます。そうそうこれで安心してメキシコに行っていつトイレに行きたくなっても大丈夫です。はい。それでは東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンス、日本語を学ぶ留学生のナウスタディンジャパンレディオステーション。ビリーさんの好きな曲、メキシコの曲を紹介してほしいんだけど、今日紹介してくれるのはどんな曲？マリアッチの曲。マリアッチ？マリアッチって何？ Remember Me の映画を見たことあるね。うん。この映画でマリアッチが出てきたあーギターとか大きい声で歌います。あー、そうなんだ。大きい声でギターを弾きながら歌う曲なんね。そうです。どんな時に歌うの？いろいろな時にこのマリアッチの歌をやります。あ、そうなんだね。悲しいの時とか、うん嬉しいの時とああ、か。悲しい時にも嬉しい時にも歌うメキシコの伝統的な曲なんだ。はい、昔、メキシコでこのマリアッチは、女性を恋なんか、はいはいはい、はい、この女性は綺麗から家に行きます、私はマリアッチを歌いますなるほどとか。ね、ラブレターみたいにラブレターみたい使うんだね。そうそうそう、それは昔ね。今はもう今はそれで音楽でラブレターはしないけど、昔はそうしてたんだ。はいすごくロマンチックでも素敵な話ですね。はい、今はパーティーパーティーで誕生日時、卒業時もマリアッチが、じゃあもうメキシコ人の心ですね。はい。オッケー、じゃあそんなマリアッチを紹介してください。はい、私の好きな曲、メキシコの曲は、アケラギナ・ディメコモキエス。マリアッチはメキシコの心です。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。ビリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実は私メキシコはちょっと行ったことないんですけれども、ご近所のエクアドルとコロンビアには行ったことがあるんですよ。ちょっと日本から直接行くとすっごく遠いですよね。やっぱりメキシコ料理って聞いたらタコスが一番最初に出てくるんだけど、どう、日本でタコスは食べました？はい、食べたことある。どうだった？本場のタコスとはちょっと違う。はい、違う。このタコスはハード、けどメキシコでは柔らかい。トルティーヤが、はい、トルティーヤ。ソフトトルティーヤ。はい、そうです。ああ、そうなんだ。そしてタコスは、肉とか野菜とか、何かトルティーヤに入っているものがそう、はい、タコス。タコスです。なんかそれで言うとちょっとさ、日本の手巻き寿司もさ、海苔にさご飯乗せて、ね、お刺身とか乗せたりして食べる。そう、手巻き寿司。手巻き寿司食べたことがある。日本でも食べたし、メキシコでもある。手巻き寿司もあるけど、果物はい、果物寿司がある。果物をそう海苔とご飯と一緒に巻くの。はい。何の果物？マンゴーとかイチゴも入っている。そう。ちなみに果物のお寿司、日本では見たことある？見たことがない。私は日本に来た時スシローに行ったらどこで果物寿司ないどうしてと、その時は気づいた。多分このことはメキシコで作られましたとか。
同じことね。果物だったらメキシコの人がきっと美味しく食べてくれるかもしれないと思ってそういういろいろアレンジをしているんですね。なるほどね、面白いな。ビリーさん、外でそうやって食事もしてたと思うんだけど、お家でも今シェアハウスはいなんかちょっと面白いエピソードがあるって聞いたんだけど、お家で料理してて。はい、シェアハウスでフィアンセとカレーを作りました。初めて作ったカレー、すごく嬉しかった。から日本人の友達に「食べたい」とか言いましたけど、その時彼は「大丈夫」と言いました。私たちは「大丈夫」の意味は OK ですと思いましたけど、その「大丈夫」は違うの意味があったけど、その時私たちは「はい」と言いましたからカレーをあげるとびっくりしました。でもありがとうございますと言いました。このカレーを食べました。結局食べてくれた。食べてくれた。美味しかったでしょでも。はい、美味しかったと言いましたけど、このリアクションはちょっとおかしいと思ったから、先生たちを「すいません」と「大丈夫は他の意味がある?」と質問をしました時「大丈夫がいろいろな意味があるね」ノーの意味もあるからやっぱり彼はこのカレーを食べたくなかったかもしれない。そうだね。明日どこか行きませんか？大丈夫だよ行こうよ OK の時もあるし、これどうですかって言われた時に私は大丈夫ですの時はノーセンキューの意味なんですよね。ニュアンスが難しい。勘違いがね起きてしまうっていうことは確かにね。大丈夫って言ってるからどうぞって言ったけど本当は食べたくなかったかもしれない。優しいから優しいから食べてくれた。でも美味しかったからね、大丈夫です。これも大丈夫だ。あとはさっきね、日本人そう優しい大丈夫ですって、カレー本当はいらないけどでもくれたから食べよう美味しいよって言ってくれる。全て食べた。優しい。なんかねそのフィアンセの方がちょっと病気に、なっちゃった時も日本人のシェアメイトが助けてくれた。そうです。日本に来たばかりからすごく難しいね。けど健康の言葉もすごく難しかったから、でもその時は先生たち助けてくれましたと。そうなんだよね。私もちょうどあの時ビリさんから電話を受けて本当に心配しました。でもいろんな人がね助けてくれて無事に今ね元気でいるから本当に良かったです。でも病院ももちろんそうだけど、やっぱりね命を守るとか自分の国の言葉じゃない言葉でお腹が痛いとか頭が痛いっていうのを説明しなければいけないっていうのはやっぱりちょっとドキドキするよね。そうドキドキしたけど、病院で医者は、いつも日本語を話しましたけど、時々彼は Google トランスレート、スペイン語の言葉を探しました。そして写真を見せましたから、写真も見せてた。多分これは日本人の優しさも一度エクストラのアディショナルの優しさ。医者はどうするこの人たちはと話したいと、この意味の大丈夫伝えたいけどどうする探しましたから、すごく感動しました。よかった。 T レースに実際に通ってみて、例えばメキシコで教えてくれなかったこととか授業であったりした？学校で地震を守る、地震の時の、防災訓練か。防災訓練か、けど日本の防災訓練違う。メキシコの防災訓練と日本の防災訓練ちょっと違う。そうです。メキシコでは頭を守るじゃなくて、逃げては逃げる。すぐ逃げちゃう。建物はそんなに安全じゃない。だから命は守るためにすぐ出てください。建物の外にね。そうです。そうだね。 T レースでは今ビリーさんが言ってくれたみたいに、まず頭を守って学校にいればね机の下に隠れるとか、もしお家にいた時にはねしっかりと何か布団とか使ったりして頭をまず守りましょうねっていうお話をね、3ヶ月に1回の防災訓練の中で先生たちが教えてるのがき
きちんとこう身についていて先生もすごく嬉しいんですけど、はいあとはあれかな、自転車、はいもうメキシコでは自転車があまり乗らない乗らないメメキシコであまり乗らないと、メキシコでは、たくさんの車があるから、ちょっと危ないと思うけど、日本に来たから、いつも自転車に乗ります、便利だもんね。はいすごく便利けど、先生たちのおかげでルールを、よく知ってるから、安心安心だねそうそうそうだってメキシコは車は右側左側日本の反対反対そう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 だよね。まずその車が走れるのが右か左かでも違うし、あとは、2人乗りすると危ないよとかね、そういう話も実際に自転車を使って説明させてもらったりとかしてるんで、日本語はもちろん上手になってほしいし、その先に目指している目標があればそれももちろん達成してほしいんだけど、やっぱり一番大切なのはみんなの命と健康だなっていうのは、私たちが日々ちょっと思いながらね、皆さんと接してる部分ではあるので、それが本当にビリさんに伝わっているのが私がとっても嬉しいですこの後もね、しっかり健康と命を守りながら日本語の勉強も頑張って頑張ります、その先のビリさんの生活とか人生も素晴らしいものであるといいなと私も思っています。はい、じゃあビリさん、今日はたくさんお話聞かせてくれてありがとうございました。はい、私はここまでで石川先生にお返しします。はい、ビリーさんお別れの時間なんですけど、さっきのマリアッチすごく素敵でしたね。いい曲紹介してくれてありがとうございます。次はビリーさんがね、最後に好きな日本の歌を紹介してほしいんですけれども、どんな曲ですか？メキシコで日本語を勉強した時、私の先生は沖縄に来た日本人だった。そうなんだね。そうです。その時私の先生はこの歌を、覚えられればみんなは家族になると言いました。だからこの歌を紹介します。お願いします。じゃあ曲紹介よろしくお願いします。はい、私の好きな、日本の曲を紹介します。ビギンの島地の宝です。バイバイ、アディオス。 Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station